はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説を始めていきたいと思います。先日ですね、僕の方で FTS を V2 の報酬に関係するですね、情報の動画をアップさせていただいたんですけども、そちらの引き続きの情報になります。まずですね、FTS をスケーリングについて、ステーキング報酬に影響しますかということで、僕の方でね、追加で質問させていただきました。つまり、報酬発生の条件として、FTS を V1 とバリデータの運用から、FTS を V2 とバリデータの運用に変わるんですかということで、知らない方もいるかと思いますが、一応ステーキング報酬の発生するための条件としては、FTSO とバリデータ両方運用しているプロバイダーである必要があるという条件があったんですけども、それがね、V1 から V2 にね、また変わった時に条件が変わってくるのか、ちょっと気になりましたので、確認したところ、現在、既存の要件に変更があり、それはパフォーマンスの高い V1 データプロバイダーであることが条件となっていると。これは V1 が廃止されれば間違いなく変わるだろうということで、今の条件としては、そのパフォーマンスの高い V1 データプロバイダーである、FTS を V1 である必要があるということが今の条件のようです。で、このパフォーマンスの高いというのは、一体どういうね、具体的にはどういった意味をなすのかわからなかったので、追加で今質問しておりまして、まだ返答の方がないので、わかりましたらまたですね、共有の方できればと思います。でですね、あともう一回、ちょっと追加でね、質問をさせていただきまして、じゃあ V1 を稼働しておらず、V2 にアップグレードされたバリデータにステーキングした場合、ステーキング報酬は受け取れますかということで質問したところ、すべてのプロバイダーが V1 を走らせているので、これは検討する必要はないと、考える必要はないということで、全員ね、V1 を今走らせてるから、考える必要は、そのね、ことは考えなくてもいいですよと。ただ、V1 がね、廃止されれば、おのずとね、このパフォーマンスの高い V1 データプロバイダーっていうのが条件ですので、V1 がいなくなったらね、おのずと条件も変わってくると思いますので、そちらはね、また分かり次第ですね、共有の方できればと思います。なので、現時点ではステーキングに関してはもうおそらく大丈夫かなと思っております。はい。で、続いてですね、その後ですね、フレアの公式 X の方からも、FTS を V2 報酬に関する最新情報ということで、ポストの方が行われました。で、全部棒読みする、全部読むとね、棒読みになってしまいますので、重要なところがね、赤字でまとめております。で、現在の状況は、ベータフェーズということで、報酬は V1 データプロバイダーと V2 データプロバイダーで半々に、配分されると、50% ずつで、50% ずつね。で、今週の9月26日木曜日から、最初の V2 報酬エポック228が始まりますと。で、これらの報酬が請求可能になるまでには数日かかるということですので、タイムラグが少しあるかもしれません。で、もしあなたがデリゲーターやデータプロバイダーとして報酬が今回ね、減っているのを見た場合、それはあなたの V2 報酬が蓄積されているためで、あなたがデリゲートしたプロバイダーが V2 をサポートしていると仮定すると、来週の木曜日頃に分配されますということですので、だからね、今回、減ってしまったとしても、それは V2 に移行している分の可能性がありますので、それは来週の木曜日頃に配布されるということですので、少しね、様子を見てみてもいいかもしれません。で、あとですね、現在デリゲートしている組織がV2 組織リストに掲載されている場合は V2 報酬を受け取るために再デリゲートする必要はありませんということですので、で、この V2 リストもですね、リンクですね、共有の方されております。で、今回の動画の概要欄の方に今回の動画のね、元記事のリンク貼っておきますので、そちらクリックしていただいて、このリンクですね、クリックしていただきますと、その V2 リストを見れますので、そちらに載っているプロバイダーにデリゲートしているんであれば、再デリゲートする必要はありませんと。何らか特段の理由があってね、プロバイダーを変更したいという場合でなければ。
あとですね、そういった情報なんですけども、実際のね、プロバイダーリストがこちらになるんですが、ちょっとね、見方がわからないっていうところもあるかと思いますので、僕の方でね、ちょっと、気づいた点として、いつも質問をさせていただきまして、得られた回答をですね、共有できればと思います。まずアクセスすると、一番上の方に、この、一般的なっていうのと FTSO って2つの、ちょっとこれは和訳してるんですけども、2つの束があるんですよ。で、この違いがちょっと知りたかったんで、一応質問したら、FTSO のタブの方はパフォーマンス中心だと。で、一般は一般だということですので、この一般的なっていうのは、おそらくデフォルトで掲載されているね、内容のものかと思います。で、FTSO タブっていうのがパフォーマンス。だから実際どのような成績を上げているのかっていうのを見ることができるかと思いますので、実際分析、プロバイダーを選ぶ時などは、そのパフォーマンスを見て、利回りとか見ていく形になるのかなと思います。で、あとですね、こちらの、このね、主要なとセカンダリー、可用性ってあるんですけども、ここの数値がちょっとわからなかったので、一応質問させていただいたところ、ちょっと難しいんですけどね、プライマリとセカンダリーは報酬バンドを指すと。で、可用性は、すべてのデータフィードの稼働時間を意味しますと。で、ちょっとね、僕、申し訳ないんですけど、ちょっと技術的な内容がね、ちょっとここら辺がわからないので、詳しくね、知りたい方はちょっと調べてみてください。このね、パーセントとかどういった状況になっているのか。ただ、可用性に関してはですね、過去、モデレーターの方がね、答えてまして、FTS をデリゲートする場合、どのような指標を確認すべきかご存知の方はいらっしゃいますかっていう質問に、だいぶ前の質問になるんですけども、この時に答えてくれてまして、一応最高の精度、最高のリワードレート、あとは最高の可用性ということで、答えてますので、この可用性っていうのは高ければ高いほどね、いいのかと思います。ちょっとね、詳しく知りたい方は調べてみてください。で、あと、FTSO のタブの方で、この重さですね、ウェイトと表示されているところを一応念のため確認させていただいたところ、ボートパワーデリゲーションズっていう答えてくれましたので、そのプロバイダーにデリゲートされている、WFLR の量なのかなと思っております。はい、ということで、一応ですね、まとめさせていただきましたが、皆さん気になるのは報酬率かと思いますので、まだその空欄なんですよね。だからまだ V2 の方がね、まだ始まったばかりですので、これからね、どんどん分析されて、実際にここら辺にね、乗ってくるかと思います。なので、FTSO タブで、そちらの利回りだったりを見て、今後ね、決めていく形になるのかなと思っております。またですね、引き続き、たくさんね、質問が出てくるかと思いますので、そちらをまたまとめて、僕の方でね、配信できればと思いますので、ぜひですね、また動画の方をご視聴いただければと思います。はい、ではですね、今回、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさんライン公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。